西方より横綱豊昇龍土俵入りであります。横綱豊昇龍、露払い明生、太刀持ち平戸海、行司は木村庄之助であります。本当にもう嬉しいことでですね、毎場所チケットを2度目ということで、取る方が大変かなという状態でですね、本当に我々としてみれば本当大変ありがたい現象ですよね。いや熊方に親方、本当に国際色豊か、さまざまな国の皆さんがね来てくれているという今回の国技館でもありますよね。そうですね、本当にいろんな方が見に来てくださるのは本当にありがたいです。さあそのご当所東京は立川出身欧勝海との対戦になります。右を差しましたが欧勝海が勝ちました。十両の欧勝海が勝っています。日翔志が敗れて明日3日目と向かっていきます。西の前頭17枚目日翔志、デビューから27場所目。欧勝海は西の十両筆頭です。鳴門部屋24歳の近年と見ていいでしょうか。はい、やはり若い力士が育つということでですね、これからまだまだ相撲盛り上がってくるんじゃないかなと楽しみにしております。熊方に親方、本当に若く20歳前後からね一気に上がってくるという、デビュー間もなく幕内に上がってくるというパターンも増えましたね。そうですね、笑いながら、ご飯ちゃんこ一緒に食べさせてもらって、本当にいい力士も多いので、もう一人ずつもう言いたいぐらいですね。そうですか。森うららもね、ちょっと時間なのでまた相撲が終わったらじっくり話させてもらいます。さあ土俵上は友風と獅司です。こちらは初顔合わせ。友風は返り入幕です。獅司は青錦と同郷です。ウクライナ出身の力士、初対決になります。ちょっと右を覗きながら前に出ていきました。獅司が一気の攻めでした。友風やや引いたでしょうか。獅司が勝っています。大竹親方、ウクライナ出身のね関取が2人という時代になりましたね。親方も大竜時代は化け物さんだとか、対戦していらっしゃいますよね。もちろんありますけどもね、思い出はいいですね。どんな相撲だったんですか。いっぺんに持っていく相撲ですね。もう一直線の相撲を取らせていただきまして、それしかないと師匠からも思い切っただって前に出るしかないぞと言われておりました。入門して関取になった時、
は21歳の時ですね。その時は、大砲親方大砲部屋だったので、大砲部屋で、ね、連合稽古をやるっていうのは恒例になってましたね。まあ、大砲部屋となって21年、大竹部屋となって21年、大砲部屋から数えるともう54年の歴史がね、もう、軍配返りましたね。さあ土俵上、錦木竜電戦です。こちら6対5で1勝竜電がリード、低く当たっていこうと右の上手を取りました。左も入りました。上に取りました竜電、形ができました。錦木敗れています。錦木は先場所十両から戻ってきて今場所2日目を迎えていますが、竜電が勝っています。竜電もこちら返り入重たいですし、ただ先にもう竜電が下から当たってですね、上手もしっかりいいところを引いたので、錦木はちょっと残せなかったですね。さらに幕下っていうところをまた目指してですね、行ってほしいなと。稽古場の相撲を取ればですね、まあ3段目の実力は十分にあるなっていうのは見てて、稽古場でも幕下と五分で戦う。五分ですか。そうですね。四つ相撲ではないですから、相手に上手取られるとですね、ちょっと不利になるんですけども、無の方もですね、前に出る圧力、すごくいいものありますからね。まだまだ楽しみです。さあ、時間です。すみません。各力士の顔が見たくなるところではありますけどね。さあ、翔猿佐田の海戦です。ここは翔猿がうまくいなしながら勝利をしました。翔猿が勝っています。佐田の海の方が分は良かったんですが、この取組6対3で佐田の海がリードしていましたが、10度目の対戦は翔猿が勝利しています。うまかったですね。立ち合いは馬方に親方いかがでしたか。いや、翔猿下から当たってですね、ちょっと手で突きを起こして、そして左からの突き落としですよね。本当に下から思いっきり出るっていうよりは一歩当たって、相手を突き起こしてそこから左から突き落とし、そうですね、ちょっと立ち合いからですね、まわしを取られてしまってうまく相手に押しが伝わらなかったですよね。でもこれから楽しみな力士の一人ですよね。楽しみですよね。前に出る圧力、突きも前で相撲を取れるとすごくいいのかなと。すみません、時間いっぱいですね。大きな新しい海と書いて大進化。そうです。皆さんぜひ覚えていただければと思います。さあ、土俵上は湘南の海と朝紅龍です。朝紅龍の出足。この対戦は2対170センチ台。かなり肉体改造をまた行って今場所にやってきたという朝紅龍。突き放していこうという湘南の海、ちょっと引いてしまいました。朝紅龍が勝ちました。引いた湘南の海でした。先場所は6勝9敗、その前は10番勝ったという朝紅龍。熊形に親方、生きのいい一人ですね。そうですね。やっぱりこの湘南の海に引かせたっていう相撲でしたよね。逆に言えば湘南はあそこは引いたらダメでしたね。悪い癖が出てしまいましたよね。湘南もこれだけ大きい体ありますから、しっかり当たって前に出られる方が相手としては嫌だと思うんですね。逆にこう引いて自分から下がるような相撲だったので、朝子納屋っていう話がまず出たんですけど、私が教習所の先生してて生徒でしょ。で、熊田の親方が今度教習所の先生さんに来た時に、生徒が納屋とか武道館なんですよね。教え子に当たるわけですか。そうなんです。これなんかすごくね。そうですね。自分も親方になって教習所の担当をやってる時の生徒で、じゃあ軍配そう帰りました。軍配帰りました。すみません、また話します。後ほど。さあ、御嶽海時疾戦です。2対0で御嶽海がリードしているというこの対戦。御嶽海の腰の重さ、中に入りたい時疾、中に入れさせない御嶽海。時疾がじわじわっと前に出ました。時疾が勝っています。なかなか熊形の親方、中に入ることはできなかったんですが、勝ち切りました。そうですね。時疾の右の使い方が良かったように見えましたね。右。立ち合い当たってからの
してからの、最後回しをつかむ、ここですね。もう一瞬相手万歳してますから、ここも相手の肘をですね下からあてがってですね、回しをつかんで御嶽海に力を出させませんでしたよね。そこは良かったですね。コメントもたくさん来て、その観点でいうと自分はちょっとやはり強くなることがもちろんやっぱり一番の目標だと思うんです、現役でいる以上。ただやっぱり自分は一番何がこう成功じゃないとかっていうところで言うと、自分のそれはあくまでも個人的な意見なんですけど、最後その答え合わせができるかどうか大重要ですかね。さあ土俵上は明生狼雅戦です。2度目の対戦になりますが、前回は明生が勝っています。狼雅は力をつけてきている一人と言っていいでしょう。さあ明生狼雅戦、頭から両者当たった。左を覗こうと狼雅、左の回しを取りました。右は入れさせないという明生ですが、狼雅寄る、投げようとするが今度は明生が前に出ました。軍配は明生に上がっています。途中までは狼雅のペースかと思われましたが、物言いつきますね。ただいまの競技について説明をいたします。行司軍配は明生を有利と見て挙げましたが、明生の手がつくのが早いのではないかと物言いがつき協議した結果、手が早く行司軍配差し違いで狼雅の勝ちといたします。行司軍配差し違いということで、今度は狼雅に軍配上がることになりました。やはり明生の手、左肘が早かったと。肘が早かったですね。わずかな差ですね。攻めてはいたんですけどね、明生が前に明生はですね、本当にいい相撲を取るんですけどね、狼雅もやはり上手を掴んでたところがこう最後残れたのかなと。左の上手、最後狼雅右足、そうですね、大山親方という元大師の親方がいて、決まり手っていうのは決まり手を聞いたら相撲がイメージできなきゃいかんということをおっしゃって、後ろもあるが何しようが押し出したら押し出し、寄り切ったら寄り切り、後ろもあって明らかに相撲の内容が変わってくるだろうやり取りがエピソードがあったんですね。さあ土俵上ご覧いただきましょう。大栄翔正代戦です。大栄翔は先場所は全休でした。関脇から東前頭10枚目となって今場所を迎えます。正代も今年平幕に落ちて1年、大栄翔が力強く前に出た。右に回る正代、今度は前に出ました。送り出し、形勢逆転、正代が大栄翔を破っています。実に33度目の両者の対戦です。正代はこの大栄翔戦9勝23敗と苦手としていましたが、正代にもやってもらわないとと。そうですね、元大関ですから、ただ正代よく残りましたよね。大栄翔がちょっと最後肘を気にする場面があったので、相撲大栄翔なのかなと思ったんですけども、正代が残った時にちょっと大栄翔、今日は美ノ海うまい相撲を取りますからね、どういう相撲になるか。初顔合わせです。元若碇。その時の印象からは変わりましたか、どうでしょう。いや、もちろん変わりましたね。立派な関取ですからね。そうですよね。ワクワクしてもらえるような取り組みを続けていきたいという藤ノ川です。さあスピードがある藤ノ川、しかし腰の重さは美ノ海、まわしは取れない藤ノ川。非常に激しい展開になりました。土俵中央に戻る美ノ海が前に出ました。軍配は美ノ海に上がっています。何か美ノ海の意地を感じるような取り組みの内容でした。顔からどうですか、落ちましたか。そうですね、際どかったんですけども、美ノ海うまく出足は熊形に分かった非常に藤岡スピードがあったんですが、そうですね、藤ノ川ここ中入りそうになるんですけども、ここで美ノ海ここですね、腰を振って相手の中に入らせるのをやめた防いだんですね。そ
そこから流れが美ノ海になりましたよね。熊方の方、どこかでタッチペンもぜひ皆さん、熊ちゃんマークも、じゃあそろそろちょっとこれ使いましょうか。いや素晴らしいね、細かい解説をね、してて、さすがによく見てるなってこうやって感心しててね、最後に熊だってちょっとびっくりしちゃってね、こんな体でいいんだと思って。いや、解説終わった後なので、そこはですね、はい、そこはご愛嬌で皆さん見ていただけると。止めてくださいっていうのも、今から書きますよっていう。そうですね。さあ軍配返りました。人気の裏も登場。緑富士、裏3対3、互角で7度目の対戦です。楽しみな取り組みがやってきました。速い出足、裏前に出ようとする、左を差した。ただ右の上手は緑富士、左も差しています。ここまでは緑富士の形。裏は回しを取ることができません。左の回し取ったか、裏も取りました。さあがっぷり四つ。さあ裏のパワーで運ぼうとしましたが、もう一度土俵中央に戻ります。長い取り組みになりました。裏かそれとも緑富士か。持ち上げる、力をつけた裏が勝利しました。力で勝ち切った、そんな内容でした。いや、もう熊谷の親方、小兵とは言いませんね、やはり裏です。そうですね、小兵じゃないですもん。小兵じゃないですよね。元小兵ですね。元小兵です。はい、裏ですね。確かに入門してきた時は小兵でしたけども、今はもうしっかり、裏も怪我をしてありましたよね。逆に緑富士からすると上手を取られる前に攻めたかったですね。はい、ただまわしを掴んで出ていくのもですね、裏もですね、やはり緑富士、うまさもあります。土俵際の、うまさだったりしぶとさ、投げ技だったり肩透かしもあるので、ここはじっくり、裏は攻めましたよね。コメントもたくさん来ておりますが、大竹親方、これだけ裏が組むのは珍しいですねというねコメントも来ております。なるほどね。相手がその大型力士じゃないもんですから、組んでも取れる。そうですね。あるよね。あんまり挑発は良くないかもしれないです。普通のもみあげとかもダメなんです。そうですね。曲げは曲げ言うためには挑発にしなきゃいけない。だからダメってことですよね。そうですね。身だしなみのルールもあるという。でもそういろんなヘアスタイルなんだから、ね、曲げもヘアスタイルですよね。親方、軍配入りました。入りました。さあ前半戦最後の取り組みになります金峰山欧勝馬戦です。195センチの金峰山か、それとも欧勝馬か。上手投げでした。欧勝馬、豪快な相撲でした。190センチを超える大型力士対決ですが、欧勝馬が制しています。この辺りは大竹親方、非常に迫力がありますね。この2人が土俵に上がるとね。そうですね。今の一番もですね、金峰山関、雑なところがあったんかなという感じもしますよね。もろ手ついた後、ここで欧勝馬が左の上手を取って投げました。かなり熊方に親方、欧勝馬の場合は叩き込みがね決まり手としては多い傾向があるんですけどもね。ただ金峰山がそっくりなんですよ、顔が。やっと笑った時の顔なんかでも大砲親方なんですよね。ちょっと怒りづらい時もあったりするんでしょうか。大方でも言ったことある。お前怒ると大砲旗怒ってるみたいでなんか怒れないよ。自分の師匠巡っている感じがするというエピソードを今日たくさん聞くことができております。さあ隆の勝大野勝戦で後半戦がスタートするという2日目です。この対戦は2度目の対戦になりますが、前回は隆の勝が勝っています。攻めの速さもある隆の勝、そして足首をちょっと痛めているという大野勝ですが、のど輪形勢逆転、大野勝が勝っています。隆の勝が敗れて大野勝2連勝スタートということになりました。かなりのど輪が熊方に親方は効いていたのかなと思いましたが、いかがでしたか。
隆の勝の攻めは良かったんですけども、最後ですね、当たりは良かった。やはり伸ばしてしまったがゆえにですか。はい、伸ばした手をやはり戻してまた攻める、ここですよね。勝負どころと思って、隆の勝は伸ばしたまま出たと思うんですけども、伸ばした手を私がですね、最高位が重要なもんですから、幕内関取賞を見るときですね、もうやっぱり私が手に届かなかったもう雲の上の存在というような感じがしてですね、まだちょんまげ言えないまだ若いこういう力士がですね上がってくることによってね、もうなんか見てて楽しみですよね。普通は大きな壁があるはずですけれどもね、それを一気に超えていったということですか。十両優勝は2回、その2場所のみという十両。さあ一山本と草野戦、一山本手足の長さを生かして前に出る。一山本勝ちました。草野今日も敗れての今場所スタートになりました。足の動きなんかは熊ヶ谷親方、草野どうでしょうか。そうですね、草野の相撲っていうよりも、今日は一山本を気にしすぎたのか、あんまり一気にこう前に出るような形ではなかったですよね。はたき込みをかなり意識して、一山本は逆にもう下から頭で当たって頭を上げずにもう8度目の対戦。どうですかね、取り組みの内容としてはどんな展開を熊ヶ谷親方予想されますか。そうですね、平戸海はやはり当たってこう中に入る相撲ですから、そこをいかに、琴勝峰が中に入らせないようにするか、先に攻めれるか、そこだと思いますね。中に入らせるとやっぱり平戸海の方がしぶとく、相撲取れると思うので、そこですね。さあ始まりました。低く当たる平戸海ですが中には入れさせない、距離を取ります。突き放していくという琴勝峰、ここも中には入れない。回しに手をかけましたが少し引いた、下がった琴勝峰、左腕で押し切りました。突き押し、平戸海は飛ばされるような形になりました。タイミングもあったと思うんですけども、やはり、琴勝峰の、勝因としてはやはり中に入らせなかった、そこかなと思いますね。やはり中に入ってひねりそうな格好になりましたね。ただ中に入らせませんでしたよね、琴勝峰。平戸海も自力つけてきてる若手ですから、ここですよね、この左の突き落とし、強烈でしたね。内容が分かるような、相撲取り組みを見てなくても決まり手だけである程度相撲を想像できるものじゃないといけないっていう大変勉強になりました。そういう話があったんですね。ありがとうございます。さあ土俵上注目しましょう。若元春豪ノ山戦です。この対戦は5対3で若元春が2勝リード。右を差すと強い若元春。当たった。早い出足は豪ノ山。戻す若元春。若元春も突き放す。今度は豪ノ山が前に出る。右を差した。形を作って若元春が勝ちました。豪ノ山一歩届きませんでした。出足素早さは豪ノ山でした。若元春なんとか勝ち切りました。途中若元春が突っ張りましたよね。そうでした。若元春、さっき田中さん右を差したらって言ったんですけど、若元春左差したんですよ。左四つなんだよね。でもそこがすごく流れ的には若元春良かったんじゃないですかね。ここは押し込まれるんですけども、ここですよね。四つに組みに行かなかったですね。突っ張って攻めましたよね。先に攻め込んでちょっと低いんですけども、ここはなんとかもろ差しですよね。距離でこう相撲を取っていきたいところですよね。逆に熱海富士は青錦を起こして、胸を合わせて自分の形にする、そういう先に上手を取ってですね、攻めたいところじゃないですかね。本当に御嶽親方、低い姿勢ですよね、青錦は。そうですね、ここまで低くできるか。
2度目の対戦ですが前回は青錦が勝っています。熱海富士は23歳となって今場所を迎えています。最初の場所です。9月3日誕生日でした。寄り切りが4割を超えるという決まり手の熱海富士。さあすでに熱海富士は前に出る。スタンバイを OK、 中にはやはり入れさせたくないという熱海富士。右の回し手が届きました大錦。低い頭をつけてそれを起こそうとするのが熱海富士。前に熱海富士が出るか、戻した大錦。左の回しを取りました。この形は青錦か。全く頭が起き上がりません。あと軍配は青錦です。これ決まり手はどうですかね。みたいな感じでね、はいそのまま突き落とし上手ひねりですかね。上手ひねり、ただなるほど、熱海富士は右肘が先なのか。ただ青錦の左手も同時についているようには見えます。そうですね。横からのただいまの競技について説明いたします。行司軍配は青錦が上がりましたが、両者が体が落ちるのは同時じゃないかと胸がつき、同体と見て取り直し同体取り直しです。さあもう一番同体でしたね。右からのひねりは青錦やるので、そこは熱海富士も対応して青錦は低く当たって頭をつけてきます。回しを取りたい熱海富士。さあ再び始まりました。組もうとしたが回しには届かない。前に出ましたが軍配は今度は青錦に積み上がりました。ふわっと飛ぶような格好にも見えました。熱海富士が引いてしまいましたよね。我慢できずに、立ち合い踏み込んで起こしたかったんですけども、青錦が上がらずに、そこに我慢できずに引いたと。前に出る相撲っていうのをですね、青錦っていうのは取った方がいいですよね。このひねり技だけにこう頼るとですね、相手も対応しますから、強いんですけどね。それにカレー粉を入れるとさらに美味しくなる。わかりました。こうリコピンがたくさん入っててね、体にもいいでしょうし。さあ大関。大関取りの場所ですからね、若隆景も。そうですよね。ただ王鵬、ここはもうしっかり当たって、前に出る相撲で自分の相撲を取り切ってほしいです。まだ一度しか王鵬は若隆景に勝ったことがないという状況。7度目の対戦、さあ始まった。前に出る若隆景、耐えたい王鵬でしたが寄り切られました。あっという間の決着でした。王鵬を敗れて若隆景が勝っています。1勝目を今場所挙げました。大関取りを目指してという今場所です。なんか昨日の相撲もそうですけども、なんかいまいちこの集中力が足らないというか、本来の脇のですね、この甘さというか、阿炎と霧島です。この阿炎関のくせ者感なんかは大竹親方はどう見ていらっしゃいますか。いや何をするか分からないですよね。立ち合い思い切って手を伸ばして当たっていってすぐ引くタイミングもいいですしね。さあこの対戦は19回目ですが、10勝霧島、8勝阿炎。おっと少しタイミングが合いません。突き押し相撲の阿炎、四つ相撲います。仕切り直し。飛びたい霧島。突
突き押していく、突き放す、それうまくいなす。霧島中に入りたいところです。足を取られたか。霧島が勝っています。相手うまく冷静に熊形親方見てましたかね、霧島。そうですね、阿炎の攻めも良かったんですけどね、いなしにも残って、はい、それは霧島のやはりバランスが良かったんだと思いますね、この下から、初め手を出してですね阿炎に突っ張らせないように霧島もしましたけども、しっかり肘をですね下からあてがって、最後離れたところ優勝、やっぱ14勝1敗という成績で優勝しているその力士ですから、そうですね、スイッチ入りました。ここ数場所はですね優勝から遠ざかってますけども、その実力がありますから琴櫻にも。令和の怪物と呼ばれる伯桜鵬か、それとも大関琴櫻か、2人の表情がガラッと変わりました。2度目の対戦、琴櫻伯桜鵬戦、下から立っていく、前に出たがピリウドの決着でした。伯桜鵬の勢い、うまく左に回って自らの力に生かしました琴櫻が勝っています。伯桜鵬はちょっと状態だけでいってしまったのかなという形ですね。立ち合い強く当たったが、その後うまく突き落としました。状態だけでですねこういってるような、足が出ていかなかったですよね、伯桜鵬が。本当に勝負だと思って自分は見てますね、玉鷲に勝っては。一方大野里は横綱となって初めての両国国技館です。昨日は青錦を寄せつけず、たった3秒で打ち破りました。大野里は本当に一場所一場所力をつけてきてる、そういうイメージですね。風格も出てきましたか、横綱としての。そうですね、ただやっぱり追われる立場のですから、横綱というのは、そこも含めるとですね精神的にも、強くならないと勝ってはいけないのかなというふうに見てて思いますね。年齢差は15あります。大野里玉鷲3対0、大野里が3戦全勝。まだ玉鷲は大野里を破ったことはありません。横綱か、それとも40歳か。左から当たった玉鷲、喉をつく、体を起こそうとする。しかし大野里が上でした。玉鷲敗れました。横綱大野里連勝スタート。青錦玉鷲を破ってのスタートになりました。立ち合いは熊方親方どうなんですか。見てもらうと分かるんですけど、ちょっと左にですね左から攻めるんですよ。そうですね。で右は喉輪、ここ一見ですね押してるようにも見えるんですけども、玉鷲自体も伸びるんですよね。手も伸びると体も伸びてしまうんですね、自分のここですね、伸ばして押してるんですけども、右の喉輪がですね、豊昇龍は昨日大ベテランの玉鷲を破って今日2日目を迎えています。幕内最高優勝は2度。さあその時はやってきます。今日最後の取組、展開としては熊方になった、どんな展開を予想されますか。そうですね、高安が、そうですね、自分高安がかっぱじくといいますか、立ち上げ気味の、弾くような立ち合い、豊昇龍は、しっかり踏み込んで、前みつまわしを取りたい、そうですね。合口は豊昇龍かなり悪いという高安、苦手高安を迎えた2日目です。
横綱となって4場所目を迎える豊昇龍。高安もベテラン35歳。両者同じようにタイミング合わせて腰を下ろしました。膝でリズムを取ります。9月場所2日目、結びの一番、横綱豊昇龍、小結高安戦。さあ声を出しながら左を差した。左の上手は高安。豊昇龍が投げに行く。両者ともに投げに行った。両の足を持って四つになって前に出ました。寄り切った豊昇龍。苦手高安を超えていきました。豊昇龍も連勝スタート。横綱揃って2人とも2連勝のスタートになりました。相撲も考えてましたね、高安の左四つですから左させないように、右四つからですね最後、振り回して投げからのもろ差し、万全でしたね。豊昇龍と見ていいでしょうか。このまま引っ張ってくれると面白いですよね。立ち合い左だったんですけどもすぐ右に、巻き替え、そこからですねこの下手投げの後にもろ差しになるんですよ。高安からすると初めの左四つで決めたかったですね。ここで、ここなんですよね。すぐ右を巻き替えるんですけどその時にこの下手投げでもろ差しになるんですね。あれの下手投げっていうのは、あれの下手投げで決めようという下手投げ、そうですね、体勢を変えるための崩すための崩しに行っただけです。下手投げだと思いますね。そういうのはうまいですよ、本当ね。そうですよね。やはり胸合ってるもんとか体勢が悪いんですよね。自分の体勢持ってくるのに下手投げで。決めに行く投げではなく、形を変えるための体勢に持ち込むという。うまいですね。2日目すべての取り組みが終わりました。弓取り式拍手が送られます。さあこの後は今日の取り組み2日目たっぷりと振り返っていきます。Get your sports, ABEMA